もし戻って来られる方法を見つけたら、戻ってきてほしい。それって、どういう意味？返事がない。誰もいない。どういうこと？戻って来られる？あの狐さんは？でも、なんだろう。あれかな、元の世界に戻れそうだったら教えてってことかな。かわいい。夕刊です。夕刊です。一部購入しますか？新聞は大人が読むものだよ。大人？どういう意味ですか？子供じゃない人たちってこと。子供？君は子供じゃないの？私はロボットです。そう。あ、救世主が現在、ニュースボット、ユニット、#28と話してます。私のことです。どうも、救世主。こんばんは。なるほど。賢いな。スラム街から奇妙な音がすると報告がありました。発生源は未だ不明です。地域住民はこの音をかすかな鳴き声と呼んでます。なんだろう。四角いやつじゃなくて？勇敢です、勇敢です。なんか怪しい感じの場所。ここは工場？ロボットがいる。研究所へのアクセスをさらに得るには、セキュリティシステムテストに合格しなければなりません。光の色を特定の配列に変更しなければなりません。準備に取り掛かります。これってどうやって解くの？これもテストの一部です。残念。何これ？アクセス失敗。テスト可能回数残り9回。どういうこと？どこかに答えがあるのかな？博士みたいな人がいる。この1週間で液状色赤色蛍光体の発光インデックスが 3.57% 減少した。このお水か。赤色蛍光体って言うんだ。控えめに言っても憂慮すべき数値だ。これまで見た中で最も著しい現象である。そして今なお悪化し続けている。利用可能な状態にするには蛍光体をさらに濃縮する必要がある。信じがたいことだが、早ければ6ヶ月以内に街から光がなくなる可能性がある。やばい。一体どうすればいいというのだ。出てきちゃった。そういうことか。繋がってるのね。リーブ。ここはプリンター室です。機械の部品を作ってます。ロボットもです。これでも無理ならパズルがリセットされるのを待ちましょう。次は簡単なものが出されるかもしれません。
読む順番間違った。1色ずつ試すのがいいでしょう。前回のテスト結果を書き留めるのもいいでしょう。ロボット。あ、緑もある。4色なの?2つ正解。4つ正解。あ、しらみつぶしでできた。セキュリティシステムを一時的に解除しました。リセットしますか？またあれをやりたくはないかな。ロボットが四角いやつに、僕のロボットが、何が起きたの？わからないんだ。少し目を離した隙に。助けてあげることはできないのかな。博士が。これは何の頭かな。作者ならこの状況で何をするだろうか。シルバーポイント博士はいつも彼の研究を参考にしている。目を開けているのがやっとだ。シルバーポイント博士はなぜあれほどの体力があるのだろう。最近様々なことが起きているせいで、誰一人としてあまり睡眠が取れてない。先週、四角型粒子にロボットを何体か破壊されてしまって、寝ちゃった。これを調べてて寝る暇がないのか。たった今、不毛の地の技術者から崖エリアで粒子をまた目撃したとの報告が来ました。まあこの段階ではいつも通りのことでしょう。あれかな？私が見たところかな？採石場のところ。町のセクター8でさらに崩壊を検出。以前の発見と一致しています。良くない兆候。渓谷にて地殻系粒子によりロボットが2体破壊。ひとまず水の分析は延期した方がいいかもしれません。水の、そうだ、研究してたね。いた赤いロボット。そこか。いたもんね。監視してるロボットいたもんね。監視中。ぐるぐるしてる。回転が止まりません。かわいい。ロボットの故障発生件数が恐ろしい速さで増加している。地殻系粒子の異常により物理的ダメージから元に戻すことはほぼ不可能。生身の人間があれに触れてはいけない。自殺願望があるなら構わないがね。だが、運が良ければ四角形は勝手にいなくなることもある。大抵はロボットの腕や足を奪った後だがな。あと頭部もだ。怖い。この子はぐるぐる、故障になっちゃったの？かわいそう。握手してる。もうこんなのうんざりだ。昔が懐かしい。ロボット修理ロボが故障してしまう前の昔が。
これからは人間がロボットを組み立てなければならん。でも君はロボットじゃないの？いや、だって僕はロボットのように話してるかい？そうでもないね。その頭ってテレビだよね。それがどうしたって言うんだ。なんでもない。まずはロボット修理ロボを修理した方がいい。でも上層部はなぜかこいつらを先に修理しろだとさ。なんで？あ、こんばんは。かわいい。ゴーグルしてる。あら大変。あなたがこんなに早く来るって知ってたら、システムを解除してたのに。こんばんは。かわいいね。変なセキュリティ対策しててごめんなさいね。かわいい顔。大丈夫。そうなのね。それで何か聞きたいことある？図書館ってどこにあるの？図書館？図書館は街の反対側よ。裏路地を通るのが一番近いはずよ。でも、ちょうどその道を歩いてきたよ。それならよかった。その方向に戻って少し東に進むの。そうすればたどり着くはずよ。ありがとう。ねえ、世界中を歩き回ってるのよね。うん。わお、想像つかないわ。とても疲れることとかない？たまに。でも平気だよ。この世界とっても綺麗だから。そう思ってくれて嬉しいわ。太陽がなくたってこの世界はまだ美しいの。太陽があった頃はどんな世界だったの？あ、それがね、恥ずかしいことに。ほとんど見たことがないのよ。そうなの？皮肉だと思わない？私は世界トップクラスの研究者だけど、することといえばここでロボットを作るだけ。外に出ないってこと？世界を探索するのはロボットたちで、私はデータを書き留めて分析してグラフを作って。そっか。どこに行ってもロボットがいた。外を出歩くのがすごく危険だからだと思ってたけど、当たらずとも遠からずね。でも未だに自分の足で研究しに行ってる人を知ってるわよ。そうなの？大地の断片が崩壊し始めて、僻地まで赴くのが困難になってからもずっと。この人は空を飛べる機械を作ったの。物理学的に不可能だと思われていたのに。これって、一緒に働かないかって誘ったのよ。彼、時々いろんな助言をしてくれるの。でも何か理由があったのね。どうしてもロボットだけは作りたくないって。いや、厳密に言うとロボットのプログラミングをしたくなかったみたい。どうして？さっぱりよ。だってロボットとの作業は喜んでするのに。しかも彼は、最後に話したのはずいぶん前のことね。今頃本の執筆で忙しいはず。これあれかな？シルバーさんのお友達の。あんまり無茶したらダメよ。目標も大事だけど、それまでの旅路も大事。月並みだけど本当のことよ。ありがとう。かわいい、このお姉さん。鼻から何か飛び出てる。ラメが入った海苔のチューブだ。欲しいならあげるわよ。いつ何をキラキラさせたくなるかわからないもの。そうだね、確かに。ありがとう。ラメ入りの海苔。ピンクのラメが混ざった海苔が入った小さなチューブ。はい。あのお姉さんどこかで見なかった？
白をくれたロボットのお姉さんと何か関係あるのかな？聞いてみたいんだけど、いいかな？戻ろう。あ、このお姉さんに聞くわけじゃなくて、戻るってこと？不毛の地に。ここから東って言ってなかったっけ？図書館に行った方がいいかな？なんか光ってる。どうも人間。図書館はこの先にあります。やった。ありがとう。世界が滅びるならパッと消えてなくなるか、それともじわじわと滅びていくか。あんたならどっちを選ぶかね。ぶっちゃけ私は前者の方がいいな。やっぱわけわかんないうちになくなってしまった方が楽なのかな。人が結構いっぱいいるね。あ、上の階のおしゃべりなやつとおしゃべりしてな。睨まれちゃった。怖いね。作者の本には様々なジャンルがあるの。彼が書かない題材はないみたいね。とっても博識な方だと思わない？そうだね。けれど最近の彼は世界情勢を記録することに集中しているの。そうなの？この町が文明の最後の砦だって言われているんですって。近い将来ここにある本はもしかするとこの世界に佇む地の地域のことを思い出せる唯一のものになるかもしれないわ。そっか。だから図書館はいつも混んでるのね。ちなみに今日は暇な方。こんばんは。案内してあげましょうか。このエリアには歴史に関する本がたくさんあって、参考図書は下の階。それで、子供向けの場所がわからないや。ごめんね。本を探してるわけじゃないから。じゃあもしかして作者を探しに来たのかな？ならよかった。がっかりしなくて済みそうだなって。ここで数ヶ月ボランティアしてるんだけどね、未だに彼を一度も見かけたことがないの。図書館長と出版作業を進めているらしくてね、たまには姿を見せるんじゃないかって普通は思うでしょ？でも違った？彼って引きこもり的な感じみたい。世界中を旅してる人にでは変だけどね。あれかな？人前だとそうなのかも。忙しいんだろうね。どうも人間。やあ。本を棚に戻してます。本の落下にご注意ください。わ。遠眼鏡頭の人。作者ってかっこいいよな。世界中を空飛ぶ機械で旅してるらしいぜ。そうやって本の資料や題材を集めてるんだ。わー。そうなんだ。空飛ぶ機械を見つけようと双眼鏡を持って使ってずーっと探してたんだけどさ。頭がそうだもんね。全く見つからなかったよ。もう見つけたさすぎて頭が双眼鏡になっちゃった。
愛のパワーですね。ブッククラブって書いてある。ここが子供用かな。でさ、作者についてどう思う？さあ、作者の本はもう読んだ？まだなら読んだ方がいいや。あ、黒い三つ葉のクローバー。表紙に黒いクローバーが書かれた大きな本。タイトルは蛍光体の総合ガイドだって。お、急にリアルな感じ。書体が怖いよ。待って待って。原則として蛍光体が光を完全に失うと太陽にさらさない限り再び光らせることはできない。そっか。蛍光体が陰っているだけであれば、より高いエネルギーを持つ他の蛍光体にさらすことで光を強めることができる。それでも強められた蛍光体が元の明るさに戻ることはない。なんか、研究者の人が言ってたけど、濃縮させるって言ってたよね。チャプター5、自然界で見つかる蛍光体の調査。青色蛍光体。場所不毛の地。一般的な蛍光体のうち、青色蛍光体は中程度のエネルギーを持つ。有機形態及び、鉱物形態の両方で存在する。通常不毛の地の金属砂中で見つかる。有機形態は通常蛍光エビやその分泌物から見つかる。青色蛍光体の発光は強力なものの自己節約とでも言うべき性質を持っている。つまり、発光が一定でない場合がある。青色蛍光体の多くは長期間不穏な状態にいると発光をやめる。人類の動力として青色蛍光体を使う場合は、蛍光体を常に活性化するようモーターの活動を基準レベルに設定すること。ありましたね、そういう機会。代わりに生きた蛍光エビを用いることも可能。あれ緑？渓谷は緑だっけ？そうだね、木とかにあったよね、木。手と木。3種類の一般的な蛍光体のうち、この緑色蛍光体が最も高いエネルギーを持つ。一般蛍光体のうち最も珍しいものでもあり、有機形態でしか見つからない。基地の供給源には蛍光樹の樹液ホタルいたいた、そして様々な苔がある。この蛍光体は渓谷の地面に点在する苔に含まれているものの微小な量しかなく、濃縮することはほぼ不可能。そっか。緑色蛍光体は産業利用に理想的である。しかしその希少性と過去の乱獲により、現在は確実な供給源がない。幸い渓谷の住民が生きていく分にはまだ十分な量がある。そうなんだ。赤色蛍光体、赤色蛍光体。一般蛍光体のうち、赤色蛍光体が最も低いエネルギーを持つ。鉱物形態でのみ存在し、溶液状態でしか発光しない。街の水路に豊富にある赤色蛍光体は、電流で濃縮し、誘導することができる。これを用いて人工的に、高高度と高エネルギー状態を作り出すことが可能である。重要な注意点は、この過飽和溶液中の蛍光体は比較的早く溶結するということ。蛍光体が再結晶化すると永久に発光能力を失う。ちょっと難しいんだね。過飽和赤色蛍光体を動力源にして使用する場合は、頻繁に交換するための適切な機器、または設備を整えること。おじさん結構重要なお仕事をしてますね。すごい難しそう。でも研究者の人たちは楽しいだろうね、こういう研究。作者が新しく出した本、なんとも素晴らしいじゃないか。先週、図書館長が何冊か発表したのさ。そうなの？どれも分厚い概論書なんだ。その辺探せば見つかると思うよ。初期の頃の作風とは少し違うけどね。僕は旅行記や小説ばっかりを読んでたよ。それに絵本もね。みーも絵本は好き。絵は好きか。ねえ。左上の子供がすごい気になる。作者はものすごい速いペースで本を出版しているんだ。もはや人間技じゃないよ。それどころか彼が1年間で出版する本の数は、ほとんどの作家が生涯のうちに出す本の数よりも多いんだ。図書館長が言うには、まだ出版されていない彼の原稿がまだ大量にあるらしい。
短い時間でどうしてあれだけの執筆ができるのか、みんなが不思議に思うのも当然さ。計算してみたけど、どうやっても辻褄が合わない。もしかしたら時間を止められるのかも。そんなことができる装置なんてこの世界には存在しない。君の世界ではできるの？映画で一度見ただけ。スーパーヒーローみたいなのが出てくる映画。なんだろう。スーパーヒーローはこの世界でまだ見たことないや。ロボットはたくさん見たけどね。まあ、スーパーヒーローよりもロボットの方がまだまともに聞こえるかな。ね。こっちに行けない。クローバーが書かれてる。タイトルは、太陽消滅後の世界における新しい生態的地位の出現。だって、わーすごい、絵が描いてある。蛍光エビ、こんな感じなんだ。透明な外皮の形状から特定の地域では海ホタルとしても知られる水生無脊椎動物。不毛の地を取り囲む海に最も豊富に生息する生命体である。0.5 ミリ。すっごいちっちゃいんだね。あ、間違えた。0.5 センチ。ちっちゃい。食べられはしないのかな？エビだけど。次、一般的なホタル。鮮やかに光る夜行性の昆虫。時々、渓谷の住人が大量に捕獲して瓶に入れ、生きたランプとして使用する。今では一般的となった蛍光エビを使ったランプ製作の習慣もここから生まれた。あ、そうか。なるほどね。1センチぐらい。ホタルは腹部がやっぱ光るんだ。でも光る部分がちょっと大きいね。これだけなんだ。赤いやつバージョンは説明がない。読むのすごく早いね。だってほとんど絵だもん。そうなの？作者は本だけじゃなくて絵も描くんだ。絵だけの本も作ったりするんだよ。すごいね。絵を見るのが好きなんだ。みーも。なるほど。あ、司書さんかな？この本に何を知ってるの？心配すんな。これは俺の本だ。俺が書いた。修正しようと思ってな。本棚から引っ張り出してきた。段落にいくつか線を。いや、ほぼすべてに線を引いて消していかなきゃなんねえ。どうして？だってそうしないと俺があいつの真似をしたと思われるだろ？あいつ？作者のことさ。これ以上本を書く意味があるのかもうわからねえんだ。作者が同じことを書けばみんなは結局そっちを好きになる。あいつのより前に出版された本なんて誰も覚えちゃいないんだ。別に憎んでるわけじゃねえよ。みんながあいつの本に熱狂する理由はわかる。あの男は素晴らしい才能の持ち主だ。だが、なんというか傷つくのさ。最初に書いたのはこっちなのに、まねっこの泥棒猫と呼ばれるのが。そういうこと言う人いるの？ひどいね。悔しくて仕方がない。この気持ちわかるよ。みんな、みーのことを猫って呼ぶんだ。猫じゃないのにね。人なのに、猫ってペットだよ。ネズミも取るし。みーがネズミを食べると思われてなければいいけど。ってことは俺らは同じ目に遭ってるってわけだな。
とりあえず半分は修正し終わったかな。それでもあいつの本とそっくりなんだぜ。作者って、もしかしてロボットなのかな？ AI っぽくない？どうやら俺は運命を受け入れないといけないみたいだな。まあ猫って呼ばれるのもそんなに悪くないのかも。ネズミを食べてると思われなければね。あ、まだあった。救世主。かわいい、このロボット。メガネかけてる。絶対必要ないだろうに。かわいい。ようこそ。初めて街に入った時にね、地表の図書館を探すようにって大きなロボットに言われたんだ。ここがその図書館だよね。その通りです。あ、よかった。それでやっと着いたけど、これからどうすればいいのかな。大きなロボットはここに手がかりがあるって言ってたけど。それは図書館長ジョージに聞くべきことです。彼女におつなぎします。お？電話出てくれるかな？死んでる。応答しません。いないってこと？彼女はいます。上階の収蔵庫に。仕事に集中している際、彼女はあらゆる電話を無視します。数日間続くこともあります。じゃあ、直接呼びに行ってくれない？持ち場を離れてもいいようにプログラムされていません。それじゃあミーが言ってもいい？もちろんです。いいんだ。収蔵庫には私の後ろにある階段から行くことができます。分かった、ありがとう。これで3倍目だ。手足の感覚がない。大丈夫？何してんの？だが寝てる場合じゃない。この本がどんな結末を迎えるのかどうしても知りたいんだよ。なるほど。作者名、ページをめくるのがやめられない。絶対に呪ってやる。いやー、嬉しいだろうね。読者がそうなってくれたら。あ、何？ダメ？関係者以外立ち入り禁止です。ここを通るには図書館カードが必要です。図書館カードなんて持ってないよ。どこでもらえるの？これは図書館長ジョージに聞くべき質問です。彼女におつなぎします。さっき行っていいって言ったじゃん。いや、絶対出ないよ。顔。応答しません。だろうね。本当に通っちゃダメなの？図書館カードをお持ちでないあなたを通すことは私のプログラミングに反します。緊急の時も私のプログラミングは融通が利きません。自分で言っちゃうんだ。制御化されてないのです。コーヒーカップ。コーヒーでも飲もう。図書カード。ちょっと図書カード貸してくれませんか？どっかに落ちてないかな？この辺では貸してもらえないか。さあ、図書カードが
ないので、どうしましょうかね。あ、ここ入れた。いや、お魚がいっぱいだね。ああ、この子たちのことが心配だよ。そうなの？ああ、四角形粒子とやらが主要パイプラインを破壊したって噂を聞いた。ああ、水がまだ流れるうちに使っておくべきだな。水か。なんか入れそうなところ見落としてたりしてそうだな。いや、何か探しているのか？あ、そう、図書館カードを見つけないといけないんだ。どこで手に入るかわかる？こりゃあ、図書館じゃないか？もう行ってみたんだ。責任者がいなかった。そうか。工場を調べてみたらどうかな。この道の先にある階段を使って曲がったところ、あそこには科学者がたくさんいる。科学者は本を読んでるだろ？確かに。助けてくれるかも。ありがとう。うん。あ、ここ入れる。え、何ここ？ここにスロットがある。紙か何か出てきそう。ガシャン。何も起きなかった。なんだろう。空の長方形のスロット。何かはめ込むことができそう。あら、戻ってきたのね。何か聞きたいことある？うん。図書館カードってどうすればもらえるの？図書館カード？これは図書館で聞いた方がいいかも。もう聞いた。図書館長と会うのに必要なんだ。でも、図書館カードは図書館長からしかもらえないんだって。そうなの。ジョージらしいわ。残念、タイミングが悪かったみたいね。うん。あ、じゃあさ、私の図書館カードあげる。再発行してもらうのは簡単だから。わあ、ありがとう。はい、どうぞ。これで大丈夫だと思う。あ、ダメかも。忘れてた。受付の図書館ロボットは顔を認識できるんだった。カードに載ってる私の顔写真だとあなたと一致しないわ。あなたの顔に私の顔写真をくっつけてあげましょうか。へへ、そうだよ。でもどうかしら、運が良ければロボットが間違えて認識してくれるかも。最悪の場合は写真が撮れる場所を探せばいいだけだし。あ、写真が撮れる場所。なんかそういう怪しい人いたよね。地名欄には切符シルバーポイント博士。あ、そうなんだ。シルバーポイント博士。この人なんだ。